おだすこんちこんばんポテトです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、カカオカーブに全振りして絶好調にしたらミラン版とはブラジル版の差がなくなるんじゃね説やっていきたいなと思います。前回の動画見ていただいた方ありがとうございました。アウトスピンに根拠関係あるのかっていうところとね、あとはカーブ値どうにかなるのかっていうところを見ていきました。ついでにね、根拠って必須なのかなみたいな、アウトスピンとって根拠必須なのかなみたいな、そのところを見てきましたね。ある程度、見えてきた部分はあるかなと思いますが、ふと思ったわけですね。カーブ全振りして絶好調にしたら差がなくなるじゃねえかと。これでどこまで数値が変わっていくのか、あと確率がねどこまで上がっていくのかというのを見ていきたいなと思います。で、結果がですね、同じぐらいだった場合、どちらも同じぐらいだった場合は、今回の能力自体は数値がアップして、今回追加しなくても能力次第でどうにかなると、アウトスピンに限りね、なるということが言える。で、ブラジル版が勝った場合はですね、今回の能力は数値以外のところで、今回が確実にアウトスピンに影響しているということも言えてくるのかなと、確実に言えてくるのかなというところでやっていきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法は前回と同じゴールキックをカットして、そのままアウト回転のスピンキック、アウトスピンキックをシュートで打っていきますと。調子は絶好調でチーム戦レベルは100でやっていきます。ということで能力をですね、2人ともカーブに全振りをしてきましたよっていう感じですかね。でやっていきましょう。まずはミラン版から見ていきましょう。今カーブやっぱグイって曲がってる感はあるけど、めっちゃ入んな。めっちゃ気持ちいい。はい、見ていただきました。当たり前だけどめっちゃ入るやっぱ見てて気持ちいいですね。これやっぱゴールシーン多くいっぱい出しちゃうわ、これは。で、これがですね、決定力、そしてカーブ99の力というところになっていきますけど、ここに根拠がついたらどうなるのか見ていきましょう。ブラジル版ですね。こちらも絶好調になっていますので、カーブ値、決定力どちらも99になっている。カーブは98かな、厳密に言うとなっていくかなと思います。やっぱ鋭いか。めっちゃ入る。はい、見ていただきました。いや、こっちもめちゃめちゃ決めるでもやっぱりシュートこっちの方が早いのかな。なんかそんな感じは鋭くいってるような気はしますよね。やっててほぼ外す気はしなかったですね。はい。というところで一旦数値見ていきましょう。こうなりました。ということで、ブラジル版の方がですね、高かったですね。やってても納得かなっていうぐらいの感じの結果でした。でもね、どっちも良かったことに間違いはないかなと思います。ということは、根拠がですね、アウトスピンに効果があるってことは間違いなく言えるってことですね。プラス、今回の能力っていうのは数値上昇ではないっていうことも分かってきましたね。ちょっと詳しく、じゃあ見ていきましょう。何が変わっていくのか見ていきましょう。まずはカーブ値見ていきます。この狙ってるこのラインに対しての影の位置をちょっと見ていきます。ミラン版とブラジル版比べるとですね、どちらもそんなにね、差がないかなと。どちらも98、99なんで、そんなに差がないことが分かってくるかなと思います。で、ちなみにですね、前回の74のブラジル版比べるとこんな感じ。そこにミランの85ですね、これ比べるとこんな感じになってますよという感じですね。なので80後半ぐらいから正直そんなアウトスピンに関してはカーブの差がそんな出てこないのかもしんないですかね。ということが分かってきましたね。次はスピードを見ていきます。
同じパワーゲージあたりを持ってきましたが、ここも影を見ていきますね。こっからのスタートでゴールまでの時間を見ていきますよって感じですが、もう一本別のシーンですね。でもやっぱりブラジルが速い。結構どっちも低い弾道ではあるけど、でもやっぱわずかにブラジル版の方が速い。そんな感じですかね。ということで、ブラジル版の方がやっぱり速い。根下がついてる方がやっぱり速いってことが分かりました。で、前回まではここにカーブ値の差があったので、大回りしてる説っていうのもあったんですけど、さっきの見る限りですね、どちらも大回りしてるはずなので、そう考えるとですね、カーブ値っていうのはほぼ同じはずなんですが、スピードがブラジル版の方が速かったという感じになりましたね。で、ちなみにですね、前回のカーブ値74の時のものとスピード比べると、ここからスタートして、どちらも根幹持ちですね。はい。ほぼ同じですかね。今回のは大回りしてるのに、スピード自体はそんなに変わらなかったという感じが分かりました。というところで結論。今回はパワーゲージに最適な軌道にしてくれるとします。ご覧の通りではありますが、スタミナに影響されない感じっていうのもこれで納得かなと思います。で、アウトスピンにカーブが影響していることもね、同時に分かりましたね。これ前回言ってなかったですけど。で、あとは80後半以降はそんなに変わらないかもっていうのも一つ分かりましたよね。で、カーブ値がですね、カーブが上がってもスピードは変わらなかったですね。なのでカーブって最大の曲がり具合かなと思ったんですけど、そうじゃなくて考え方としてはスピードを落とさずにカーブがかけられる値の、数値と考えると、なんとなく分かりやすくなってくるのかなと思います。で、前回のミランとの差がなかったことを考えるとですね、カーブ値でですね、結構入りやすくなっている可能性もやっぱ出てきましたね。それだけでだいぶ入りやすくなってるっていう気もしましたね。言い忘れてたけど、最適な軌道で蹴れていることで安定してシュートが速くなっている。この結果をもとにですね、スキル追加とか能力、タレントポイントのね、参考にしていただければなと思います。今回のガチャに関してはブラジル版持ってる人はそんな無理しなくていいのかなっていうのはやっぱり思いましたかね。で、カカを持ってない人に関してはですね、カフーとインザーギは癖強いから、そこをどう取るかですかね。それらの選手も欲しいなって思う方ではあれば、挑戦してみてもいいのかなという気はします。ので、そのあたりも含めてですね、参考にしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。前回最後ちょっとだけ話したんですけど、アウトスピンにならない問題ですね。ここもちょっと調査中ではあるんですが、現状分かってることを言っていくと、この距離だとですね、パワーゲージが強い7割ぐらいかなってくると根下になりやすいっていうのが分かりました。あとは方向キーなんですけど、方向キーというよりは体の選手の向きが重要。最後に方向キー変えてもですね、体の向きが変わってないとこんな感じになってしまう。で、あとは、利き足斜め前に、ゴールを持ってくるようにして打っていくと入りやすい、アウトスピンになりやすいですよっていう感じですかね。あとはゴールに近い方がアウトスピンになりやすいっていうのが分かっていますよ。限界としては今回のこれぐらい、ペナの外ぐらいがアウトスピンの限界かなと思います。で、ちょっとせっかくならこの2人で効果もやった方がいいのかなって気はしたんですけど、どうですかね。どうしようかな。やろうかな。ちょっとそんなところですかね。はい、ということで、この結果、皆さんどう思いますでしょうか。皆さんのご意見、ご感想、クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。年内3万人を目指しておりますので、この動画が良かったら少しでも参考になったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。